ニュージーランドの小さな部屋からの上原美穂です。今回は6種類の一目交差の編み目記号とその編み方についてご説明させていただきます。まず一番ポピュラーな右上一目交差と左上一目交差の方法です。この記号と編み方はご存知の方も多いと思いますが、今回は縄編み針を使用して編む方法と2種類の縄編み針を使用しない方法をご紹介しています。次にご紹介するのは下側が裏目になる右上一目交差と左上一目交差の方法です。こちらも縄編み針を使う方法と使わない方法をご紹介いたします。最後にご紹介するのは右目に糸を通す交差と左目に糸を通す交差です。この編み方で編むとハート型のような形になり、とてもキュートな編み地になるのが特徴です。ご覧になりたい箇所だけご覧いただけますように概要欄に目次がありますので、よかったらお使いください。それでは早速編み方の説明を始めていきましょう。それでは今から右上一目交差の方法をご紹介していきます。まずはじめはこの縄編み針を使った方法でご紹介していきます。右上一目交差なので、このはじめの目、この目とこの目で交差していくんですけれども、この一目目の右側の目を手前にして、この二目目の方を奥側になる交差を今からしていきます。なのでまずこの一目目のこの右側の目はこの縄編み針に移して手前に置いておきます。そして2目目の方の目を先に表編みで編みます。そしてここまでできたら、ここに避けておいた表編みを左の棒針に戻します。そして戻した目をこんな風に表編みで編んだら、右上一目交差の出来上がりです。そしては次に、縄編み針を使わない方法で右上一目交差をしていきます。まずこの目をさっきは避けておいたんですけれども、それができないので、その場合どうするかというと、この一目目と二目目の間からこんな風に棒針を出してきます。そして出したら、先にこちらの方の目を編みたいので、2目目の方を編みたいのでグリンと、ここでグリンとさせます。そして後ろからこんな風に針を出します。わかりますかね。こちらから入れたいんですけれども、これをするためにこの普通に表編みをする時みたいに、この目の左から奥に向かってこんな風に刺してるだけなんですけれども、ちょっとこの間から出してこうするとちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、こう出してこの2目目の方の目にこんな感じで針を刺します。そしてここまでできたら糸をかけてこの目を表編みで編みます。そしてこの引っ掛けて出してきた目をこちらの1目目より右側にこんな風にずらして、この1目目の右側に出しておきます。そしてここまでできたら、この1目目を今度は普通に表編みで編みます。そしてこの2目を左の棒針から外して、ちょっとトントンとこんな感じですると、右上1目交差の出来上がりです。それではもう一度やってみます。まずこの目とこの目の後ろからこんな感じで棒針を刺したら、この2目目に針を入れたいので、このままグリンと向こう側に針を出します。そしてこの目にこの棒針に糸をかけて糸を引き抜きます。そして引き抜いた目はこの1目目の右側からこんな風に出しておきます。これで2目目を表編みで編むことができました。そしてここまでできたら1目目を普通に表編みで編みます。そしてこの 2目を左の棒針から外したら、右上1目交差の出来上がりです。ちょっとね、見てるだけだと難しそうだなと思われるかもしれないんですけれども、やってみると意外と簡単なので、よかったらご一緒にやってみてください。次は私がよくやるやり方なんですけれども、もうこんな風に入れてこんな風にするのはもうせからしいって思う時があるんですけれども、そういう時は2目とも外します。外したらこの2目目の方の目は右の棒針でこんな風にキャッチして、そして手前のこの右側の方の目は
左の棒針でこんな風にキャッチします。そして右の棒針でキャッチした目を左の棒針にこんな風に移したら、この時点でもうすでに右上2目一度の形になっています。なのでこのまま素直に表編みで2目編んだら、右上2目一度の出来上がりです。これも電車の中とかバスの中とかで編まれている場合は、もしかしたら目を落とす可能性もあるかもしれないんですけれども、家の中でくつろいでちゃんと落ち着いて座られて編まれている場合はめったに目も落ちることないと思うので、よかったらこの方法も試してみてください。それでは次は左上一目交差の方法をご紹介していきます。まずはこの目とこの目を交差していくんですけれども、左上交差なのでこちらの2目目の方が手前に来るように交差していきます。それをまずはこの縄編み針を使った方法でご紹介していきます。まず左の方が手前に来るようにしなければいけないので、縄編み針でこの1目目を休めたら、この編み地の後ろの方に休ませておきます。そして2目目の方を先にこんな感じで表編みで編んだら、この休めていた方の目を棒針に戻して、これを表編みで編みます。これで左上一目交差の出来上がりです。それでは今から左上一目交差の縄編みを使わないバージョンを説明していきます。まず左上交差なのでこちらの目が手前に来るようにして編んでいきます。それはどうやってやるかというと、まずこの2目目の方にこんな感じで左から右に向かってこんな風に針を刺します。そしてこれを強引にこの1目目を乗り越えてこんな感じで一番右に持ってきておきます。そしてこの状態でちょっと強引に表編みを編みます。そしてここまでできたら、この1目目の方にまた左から棒を入れて表編みで編みます。そしてここまでできたらこの2目を左の棒針から外します。そうすると左上一目交差の完成です。それではもう一回やってみます。まず左上交差なのでこちらの方の目を手前に持ってきて、こちらの方の目を奥側に持っていくように編んでいきます。どうやって編むかというと、この2目目の方の目に左からこんな風に針を刺して、ちょっと強引に1目目の目を飛び越えてこんな風に棒針をセットしておきます。そしてここまでできたら糸をかけて、ここでちょっと強引に表編みを編みます。そしてこれで表編みが編めたら、この1目目も表編みで編んでいきます。この状態で編んでいきます。左から針を入れて糸をかけて引き抜きます。そしてここまでできたら、この左の棒針についてる最初の2目をそっと外して、ちょっとこんな風にすると左上一目交差の完成です。では次に私のやり方なんですけれども、私はまたこの2目をポンと外してしまいます。そして1目目の方を左の棒針でキャッチして、そして2目目の方を右の棒針でこんな風にキャッチします。そしてこれを両方とも左の棒針に移したら、この状態でもうすでに左上一目交差の状態になっているので、このまま素直に表編みで2目編んだら左上交差の完成です。それでは次に右上一目交差下側が裏目の場合をご紹介していきます。まずはじめにこの縄編み針を使った方法をご紹介していきます。この目とこの目を右上交差の方法で交差していきます。なのでこの1目目を縄編み針に取ったら手前に休ませておきます。そして2目目のこの目は裏編みで、この2目目のこの目は裏編みで編みます。そしてここまで来たら縄編み針の目を左に移して、これを表編みで編みます。これで右上一目交差下側が裏目の場合が編めました。これを次は
縄編み針を使わない方法でご紹介していきます。では次は縄編み針を使わない方法でご紹介していきます。まず先ほどはこの1目めを縄編み針に休ませることができたんですけれども、今回はそれができないのでどうやって編むかというと、まず後ろから棒針を入れてきて、この2目目のこの裏編みにこんな風に針を刺します。そしてこの2目目の裏編みをこんな風にこの右側の方までこんな風に持ってきます。この針を入れて、そしてこの表編みの下からこの右の方に持ってきます。でこの状態で糸を引っ掛けて、ここで裏編みを編みます。そしてここまでできたら糸を後ろに持っていって、この目を表編みで編みます。なので目の左から針を刺して表編みで編みます。そしてこの2目を外したら右上1目交差が出来上がっています。もう一回やってみます。まずこの目を編みたいので、1目目の後ろからこんな風に針を刺します。今こんな状態です。後ろから見るとこんな状態で、1目目の後ろからこう表に向かって刺しています。で刺したらこの目をこの右のこの目の右側に持ってきたいので、こんな状態でちょっと強引に目を引っ張って右側に持ってきます。そしてこの状態で糸を引っ掛けて裏編みで編みます。そしてここまで来たらこの編む糸を後ろに編み地の後ろに持っていって、この目ですね、この目を表編みで編んでいきます。そしてこの2目を鎖の棒針から外したら、右上1目交差、下側が裏目の場合ができました。それでは最後に私がいつもやっている方法をご紹介します。多分皆さんも分かってらっしゃると思うんですけれども、この2目をポンと外してしまいます。そして左の目は右の棒針でキャッチして、右の目は左の棒針でキャッチします。そしてこの右の棒針についている目を左の棒針にそっと戻したら、このまま素直に編んでいきます。まず初めの目は裏編みで編みます。そして次の目は表編みで編みます。これで右上1目交差の完成です。それでは次に左上1目交差、下側が裏目の場合を編んでいきます。まず、縄編み針を使った方法でご紹介すると、1目目を縄編み針に移して編み地の後ろに置いておきます。で先に2目目の表編みを普通に編んで、そして縄編み針についている目を元に戻して、これを裏編みで編んだら、左上1目交差、下側が裏目の場合ができました。それでは続きまして、これを縄編み針を使わない方法でご紹介していきます。まずこの2目目のこの表編みの方から先に編みたいので、こんな感じで左から針を刺して、この1目目を乗り越えてこんな感じに棒針をセットします。そしてここまでできたら糸をかけて、この状態でちょっと強引に表編みを編みます。そしてここまでできたら糸を手前に持ってきて、この今先端についている目、この目には右から左に向かって針を刺して糸をかけて裏編みで編みます。そしてここまでできたらこの2目を棒針から外します。これで
左上1目交差、下側が裏目の場合ができました。もう一回やってみます。まずこちら側が上側になるので、この目には左からこんな風に針を刺して、この1目を乗り越えた感じでこういう風にこういう感じで棒針をセットしておきます。そしてこの状態でちょっと強引に表編みを編みます。そしてここまでできたら、この毛糸を手前に、編み地の手前に持ってきて、今先端についてる目に右から左に向かって棒針を刺して糸をかけて裏編みで編みます。ここまでできたらこの2目を両方ともポンと外してみたら、こんな感じで左上1目交差、下側が裏目の場合ができています。では最後にいつも私がやっている方法をご紹介します。もうお分かりだと思うんですけれども、まずこの2目を棒針からポンと外します。そして左側の目は右の棒針でキャッチして、そして1目の方、右側の目の方は左の棒針でこんな風にキャッチしておきます。そして右の棒針についている目を左の棒針にこんな風に移したら、これを順番に編んでいくだけです。まず初めの目は表編みで編んで、次の目は裏編みで編んでと素直に編んでいくと、左上1目交差、下側が裏目の場合ができました。これは、どういう時に使うかというと、こんな感じでこのベースが裏編みでこの模様を浮き立たせたい時ですね。こういう時にこういう左上1目交差とか右上1目交差の下側が裏目の場合を使います。そうすると綺麗に模様編みが浮き出て見えるので使います。それでは今から右目に通す交差を説明していきます。まずこの2目を交差していきます。はじめのこの1目目に左から棒針を刺して右の棒針に移しておきます。そして2目目も同じように左から針を刺してこんな感じで左の棒針に移しておきます。そしたらこのはじめの目をこんな感じで2目目にかぶせてこういう状態にしておきます。そしてこの状態になったらこちらの目にこちらの棒針にこんな感じで糸をかけてこのままここから引き抜きます。そしてここまでできたら次はこの左の目に右から奥に向かって針を刺して糸をかけて引き抜いて表編みで編みます。これで右目に通す交差を編むことができました。ハートの形になってとても可愛らしい編み地になります。それではもう一回やってみます。まずこの2目を交差していきます。この初めの目の左から奥に向かって針を刺してそれと同時に右の棒針に移しておきます。そしてこちら側も同じように左から針を通して左から針を刺して右の棒針にこんな風に移しておきます。そしてこの1つ目の方の目をこんな風に針を刺して2つ目の目にかぶせます。そしてこういう状態になったらこの右の方の棒針にこういう風に糸をかけてこの糸を直接この目から引き抜きます。これで1目目を編むことができました。そしたら次はここの左の棒針にかかっている目に右から奥に向かって針を刺して糸をかけて糸を引き抜きます。これで右目に通す交差が完成です。続きまして左目に通す交差をご紹介していきます。
まずこの目とこの目を交差していきますが、この2目目の方の目にこんな風に右の棒針を刺していきます。そしてこれを1目目の方にこんな風にかけるんですけれども、この目は左の棒針に置いておきます。そしてこの2目の境目がわからなくなってしまうので、ちょっと右手でこう押さえてこの2目がくっつかないようにしておきます。そしてこのかぶせた方の目に右の棒針を左から奥に向かって刺して、これを表編みで編みます。そして次はこの2目目の方ですね。2目目の方にはこの2目目の方にもこの左から奥に向かって針を刺して糸をかけて表編みで編みます。そうすると左目に通す交差ができて、こちらも可愛いハート型みたいな編み目になります。それではもう一回やってみます。まずこの2目を交差していくんですけれども、1目目の方にこんな風に針を刺したら1目目にこうかぶせるんですけれども、この左の棒針に置いといたままにしておきます。そしてこれがこの2目がくっついてしまわないように左手の人差し指でちょっと手を添えておきます。そして1目目の方、かぶせた方の目に左から奥に向かって針を刺して、これを表編みで編みます。そして次にこの2目目の方ですね、こちらの方にも左から奥に向かって針を刺して表編みで編んだら左目に通す交差の完成です。この目も可愛いので何か編まれる時にはアクセントとして使ってみてください。